皆さんこんにちは、ゆかです。今日はあれこれラジオの収録なんですが、ちょっといつもとは違って外でやってみました。どうでしょう。いつもは家でね、一人で撮ってるんですが、今日はなんとなく外へ行ってみようかなと思って、あと公園に来ました。はい、どうでしょう。皆さんどっちの方が好きですか？家で撮ってるのと外で撮ってるのと。もしね、こっちの方が好評だったら、こちらの形で今後もあれこれラジオを続けていこうかなと思っています。あれこれラジオは日本語を勉強している方向けのラジオです。日本語でいろいろなことについて話をします。YouTube の他に Spotify や Amazon Music などでも聞くことができます。ぜひフォローしてください。今日は外にねせっかく来ているので、日本の四季について話をしようかなと思います。今は10月中旬です。あと1ヶ月もすればこの辺りの木々は黄色や赤に色づいて美しい景色が見られるようになります。一応暦の上では9月、10月、11月が秋です。ただ実際のところ9月はまだまだ暑いので、体感としては10月、11月が秋という感じですね。日本の紅葉は北海道を始まりとしてだんだんと南に降りていきます。皆さんは紅葉前線という言葉を聞いたことがありますか？紅葉前線というのは紅葉が美しく見られるその場所が北から始まってどこまで来たかということを表します。日本は細長い国ですので、場所によってその紅葉が見られる時期というのが多少異なります。今はちょうど北海道とか東北、そして関東とか北陸の一部の山の方で紅葉が見られます。今私が住んでいる東京都内ではまだまだですね。今私の目の前にも公園の、ね、池とか木々とかがありますが、まだ葉はね青いです。はい、あと1ヶ月ぐらい、ちょうど11月下旬から12月上旬ぐらいになると紅葉が見られるようになります。そして、順々に、関西地方とか九州というふうに南の方へ紅葉前線が移動していきます。はい、そしてそれが終わると今度は季節が冬に変わります。暦の上では12月、1月、2月が冬にあたります。この時期は日本の多くの地域で気温が下がって、そして、少し北の方の地域だと雪が降ったり積もったりします。そうですね。だいたい東京を中心とするなら、東京より北の地域では雪がよく降ります。東京でも降りますが、ほとんど積もらないですね。積もっても1センチとか2センチぐらいです。でももうちょっと北の方の地域になると、もう1メートルとか2メートルとか、それぐらい積もる地域もあります。そして東京から少し、南または西の地域ですね。この辺りでもやはり東京と同じように雪は降りますが、積もったとしてもね、そんな2メートル、3メートルとかそんな風には積もらないです。そして九州の方になると、これは実は地域によって結構違うんですね。例えば福岡とかだったら意外と雪が降ります。とても寒いです。でも鹿児島だったらもうちょっと暖かいです。九州といってもとても広いですので、地域によって異なります。そして沖縄は雪が降りません。はい。なので、冬ね、もう日本で寒くて我慢できないという方は、ぜひ沖縄へ行ってください。沖縄は冬でも雪が降りません。そして冬が終わって次は春ですね。春は暦の上では3月、4月、5月が春です。はい。春といえば桜ですよね。桜を見るために日本へ来る方もたくさんいますよね。先ほど紅葉前線というキーワードを出したんですが、実は桜の前線もあります。桜前線。これもテレビのニュースで毎日のように報道されます。どこの公園の桜が咲いたとか、桜前線がどこまで到達したというような話をニュースでよくやっています。
桜の前線は南から始まります。そして最後は北海道で終わります。そのように順番にね、季節が巡っていきます。そして紅葉と桜どちらも日本のね、有名な自然風景だとは思うんですが、桜の場合は見られる時間がとても短いですね。基本的に1週間、長くても10日、2週間ぐらいでその花は散ってしまいます。とても短いです。なので、紅葉前線はそれほどみんな毎日見てるわけではないんですが、桜前線はね、本当にこう毎日チェックして、どこの公園の花が咲いたと聞いたらもうすぐに見に行かないと散ってしまいます。本当に短い時間しか見られない特別なその季節の美しさですね。桜です。さあ、そして春が終わると夏になります。暦の上で夏は6月、7月、8月、この3ヶ月です。ただ最近は皆さん知ってるかもしれませんが、夏がとても長くなって、9月は1ヶ月間もうほとんど夏のような感じですね。なので、6月から9月までが全部夏というような感覚です。6月は梅雨の時期です。6月、それから7月1週目ぐらいまでは梅雨の時期で、この時期は雨がたくさん降ります。この梅雨にも前線があります。梅雨前線と言います。皆さんはどの季節が好きですか？季節それぞれにね、美しい花や自然風景、そして楽しめることもありますのでね。例えば夏だったら海で遊ぶことができますよね。日本は島国で周りを海に囲まれています。日本の海の特徴として、実際私が海外のいろんなところに行って、振り返って日本を見てみて思うことですが、日本の海は陸地とこうなだらかにつながっていて簡単にアクセスすることができます。断崖絶壁の海というのもありますが、日本の多くの地域の海ではそのままね、こう歩いて海にジャブジャブと入っていくことができます。また、段差があったとしてもそこまで大きなね、こうギャップではない、そこまで大きな落差ではないです。なので、ちょっと飛び込んだら入れるとか、ちょっと階段を降りたら入れるとか、そのような感じのところがとっても多いです。なので、小さい子供から、お年寄りまでみんな海で遊びます。海でそうやってね、遊ぶことを海水浴と言います。夏はそのような楽しみがありますね。あとは花火大会とか盆踊りとか地域のお祭りが多いのも夏の特徴です。そのように季節がね、順番にこう移り変わっていくところというのは本当に日本の大きな特徴の一つかなと思います。春、夏、秋、冬、どの時期に来ても日本は本当に美しいですし、またその季節ごとの行事というのもたくさんあります。その季節を祝う行事、地域の伝統行事、お祭りなど、いろいろありますので、例えばね、皆さんが今回は春に来たというなら、じゃあ次はぜひ季節を変えて秋とか夏とか冬とかそういった違う季節の日本もぜひ見てみてください。はい、それでは今日のあれこれラジオはここで終わりたいと思います。また皆さん何か聞きたい話があればぜひコメント欄でリクエストをしてください。それではまた次の回でお会いしましょう。バイバイ。